Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. 広島の町の各所には全文明の遺跡を受け継いでいる建物が未だに残っています。それは石橋であったり、町中を通っている全文明の水路の石垣であったり、現代風の建築に見える奇妙な建築様式の建物だったり、原爆による破壊を運よく免れた日銀の建物であったり、日銀の建物は非常に運が良いらしく、第二次世界大戦中に大規模な破壊空襲が行われた東京、大阪など日本の主要な都市でも戦災を免れています。もちろん主要な国家機関、軍の中枢、天皇の根城なども。この現在は平和記念公園レストハウスと呼ばれている建物は、被爆当時広島県燃料配給統制組合という国・県の組織に使用されていました。被爆当時勤務していた人のほとんどが即死したと言われています。この建物は全文明の建設物とみられ、地下室が存在しています。原爆の被爆の直撃を受けても大破はしませんでした。そして内部にいた人たちはほぼ全滅しています。原爆で結果的に亡くなったのか、それとも別の方法で殺害されたのかは今となっては想像するしかありません。私はこの原爆の爆心地そのもののこの場所で、この建物の内部の人たちがほぼ全滅したのは原爆以外の方法によるものではないかと疑っています。私たちは広島でのイベント当日、2022年5月21日に50人ほどの参加者で原爆ドームの視察を行いました。50人に及ぶノーマスクの視察者です。世界中で屋外はノーマスクで歩くのが当たり前なご時世ですが、日本では不思議なことに50人もノーマスクの人たちが観光地に姿を現すと異様な光景と思われます。原爆ドームです。公式の情報では、この原爆ドームの頭上600メートルで原爆が炸裂したとされています。果たして実際の原爆ドームの破壊状況からその公式の説が間違いがないものだと感じるでしょうか。それとも何らかの疑いが浮かぶでしょうか。広島のこの場所で大量に人が殺されたのは1945年昭和20年8月6日午前8時15分。原子爆弾が炸裂したのは創成橋よりやや東南の島病院付近、高度約600メートルの上空で、そこで核分裂爆発を起こしたとあります。事実上原爆ドームのほぼ真上という設定です。その原爆が炸裂して起こされたその被害状況をまず見てみましょう。広島市内のこれだけ広範囲の地域が全焼しています。爆心地から同心円状にほぼ 2km です。縦横にほぼ 4km の距離です。とてつもない面積、広さが全焼です。それを写真映像で見るとこのような状態です。視界に入る地域全体が壊滅、荒野になっています。なぜこの原爆ドームは完全に消滅しなかったのでしょうか。
なぜ爆心地近くの建物がこれほど残っていて、爆心地から遠く彼方の建物がことごとく消滅してしまっているのでしょうか。全焼地域がこれほど多く、見渡す限り荒野となっているこの爆弾一発の威力は、爆心地の真下の建物をこれほどきれいに残す程度のものなのでしょうか。私が今回初めて広島原爆の爆心地を訪れて、この原爆ドームを間近に見た時に感じたのはこの違和感でした。なぜ街全体が消滅するような爆弾の中心で、建物がたとえその一部でもきれいに残っているのか。原爆地上起爆説については、あるフラットアーサーの友人が積極的に情報発信をしていました。今回の各イベントでもその方の力を借りて各会場でプレゼンを披露していただきました。そのフラットアーサーの方が参考にしていたのがこちらの書籍です。特攻兵器原爆、水原しおりという方の著作で、2021年7月1日に刊行されていて、比較的新しい本です。そして水原さんは現在香港に在住のようです。やはりこれだけの情報を公開するとなると、身の危険を気にする必要があったのだと思われます。ツイッターで現在も言論活動を継続されています。興味のある方はぜひチェックしてみてください。原爆地上起爆説というものが存在しています。この広島で起きた戦争の悲劇が私たちが教えられている内容とは相当に違うということを示唆している説です。この原爆が実は地上で炸裂したらしいという説があることを念頭に、この建物を見てみましょう。原爆ドーム、もともとはこのような外観だったそうです。正面を除いた三方が長方形の箱型の構造物になっていて、中央が中庭、正面はタワーと2つの箱、正面の小さな箱でできています。こちらが現代の上空から見た写真です。外壁部分が崩壊しています。後ろの箱が完全に崩壊。正面から見て右側の箱も完全に崩壊。左側の箱は正面の外壁を残して崩壊。正面の右側の壁は崩壊。真正面の壁はほぼ無傷。上部は崩壊しています。真正面左側の外壁は下の部分が残っています。ドームはきれいに崩壊して骨組みだけになっています。その下のタワーはほぼ無傷です。そして建物全体の一番低い部分はほぼそのまま残っています。こちらが原爆投下からあまり時間が経っていない白黒写真です。瓦礫がそのままになっています。まず一つ目の疑問は、上空からの爆発でこういった状態で建物が残るのかという点です。外観でその可能性を議論するのは保留します。また地上から起爆してこのような外観になるのかという疑問についてもまずは保留します。原爆ドームの建物を近くから見た写真がこちらです。これは1階部分です。実際1階部分は全般に残っていますが、黒い焼け跡が上っ面だけのダメージに見えます。建物の裏側も、タワー部分は外側がほぼ無傷に見えます。タワーの中庭側の様子です。やはり無傷です。タワーの内部の様子、レンガの状態です。黒焦げで破損しています。違和感を感じます。タワーの外側が綺麗な状態で、
内側のレンガが破損して焦げている。箱型構造物の内部でも焦げ跡とレンガの破損です。正面右側の箱型構造物の内部の状態、同じく内部のレンガの焦げ跡、外壁の黒ずんだ様子、内部が焦げているタワー構造物のきれいな外壁、この方向の外壁もです。違和感です。なぜか建物の内部の方が高熱や爆発によるダメージの痕跡が明確にあるように感じます。もう一度古い写真です。内部から焦げ上がっている様子です。外壁は比較的ダメージが少ない。内部の燃焼でできたすすが外壁についたのではないか。内部の黒さと外壁の白さのコントラスト、現在の同じ場所の外壁の様子との比較。黒ずみさえ爆破直後の写真には見られていません。黒ずんだ現在の状態は時間が経ってつけられたものです。私が初めて原爆ドームを現場でこの目にした時の違和感、気づきはすぐに訪れました。この原爆ドームの破壊は主に内部からの爆破によってなされたものではないのか。内部からの爆破があったとすると、この外壁のつるんとした状態、内部のレンガが破壊されている状態、真っ黒に焦げついている状態の説明がつきます。広島の原爆と呼ばれている大量爆発破壊事件の真相は、一発の爆弾によるものではなく、大量の爆破物による破壊工作だったのではないのか。その被害は一発の強力な爆弾がこの建物の真上500メートルで炸裂、半径2キロメートルに及ぶ広島の土地をすべて荒野に変えていったという現象だとは思えません。次に原爆地上起爆説の観点での痕跡を見ていきましょう。2つのクレーターが河岸沿いにできています。これは被爆直後午前10時頃に向こう岸からこの原爆ドームと川を目撃した様子です。水の竜巻が柱のように上がったといいます。クレーター、そのすぐ近くにある燃料配管は少なくとも外壁はそこまでのダメージではありません。しかし原爆ドーム同様に内部は黒焦げになっている様子です。そして辺り一帯が瓦礫になっています。焼け野原の航空写真。午前10時、原爆投下から2時間経った頃の様子を伝えるイラストです。この時周辺は大火事の真っ只中だったといいます。このイラストの様子を信頼するとしたら、原爆が炸裂したその瞬間では建物は吹き飛ばず、原爆ドームのドームや建物も吹き飛んでおらず、猛烈な大火事がその後発生して焼き尽くしてしまった。原爆ドームの建物、外壁が残るような爆発で、その後内部のレンガが破損し焦げつくような爆発が起きた。複数の爆弾によって捏造された大量爆破工作作戦、爆破によってできたクレーター、原爆の運搬と爆発に水が必要、あるいは少なくとも当時は確実に必要だったという話があります。このアインシュタインからルーズベルトへの手紙、新しい兵器は
船で運び港を破壊する力を持つが、航空運送では重すぎるという記述です。日本でも原爆の開発が進んでいたというのは有名な話です。実際この科学雑誌の権威ネイチャーには、日本の理化学研究所で原爆を開発していた西名たちの論文が掲載されています。日付は1940年7月6日です。広島への原爆投下の5年も前です。表題は高速中性子によって生成されるウランの核分裂生成物とあります。これは核実験が行われたという意味です。この西名の原爆の研究に関して、西名と同じく理化学研究所に所属していた土田敦という物理学者が明確に水で爆発させる原爆が日本で開発されていたと述べています。ルーズベルト大統領に原爆開発を進めたアインシュタインとシラードの手紙ってやつです。そこの手紙の中に何て書いてあるんですか。そのウランを用いると原爆が作れます。原子爆弾が作れます。で、原子爆弾が作れる、その原子爆弾っていうのは重くて飛行機では運べないかもしれません。ウランで作った核兵器を持ってきまして、それを水の中にドボンとつけるんです。さっきの話です。水が入ってきたら爆発するんです。だからこれが原爆の規則的な考え方です。それよりもう少し後に発表したのが理研の西名武谷です。で、西名原爆というやつですね。西名原爆っていうのはですね、西名原爆っていうのは濃縮度 10%。濃縮度 10% で原爆作るんです。でその計算をしたのが武谷光雄さんです。10% でできるってわけですよ。60% じゃないんです。で、その 10% でできる原爆っていうのは何かっていうと、水を使う原爆だからです。要するに先ほどのアインシュタイン・シラードの言ったその原爆ですよね。それをもう少し具体的にそしてこの原爆の原料であるウランは日本でも埋蔵される場所がありました。それは西名の故郷の岡山にある人形峠です。公式には戦後原子力発電所のためにここのウランが使用されるようになったと言われていますが、戦時中あるいはそれ以前からウランを採掘し使用していたことを隠蔽、歴史を捏造することくらいはたやすいことでしょう。さらに使われた兵器が原爆ではなくその他の爆弾だったのではないか、あるいは原爆が使われたとしても威力が不十分でそれ以外の爆弾をやはり水際で使用したのではないかという疑いもあります。広島の原爆はピカドンとも呼ばれており、強烈な光と熱線が発生しています。マグネシウムによる爆発は強烈な光をまさにピカリと発生させます。さらにナトリウムも水に入れるとこのような反応を起こします。強力な兵器となり得ますし、その雲の湧き上がり方は原爆の雲と酷似しています。そしてウラン自体が水をかけるだけで核反応を起こし大爆発を起こすという情報もあります。物質の化学反応を利用した爆弾は比較的簡単に作ることができ、広島の原爆被害の地図を見るとさらに興味深い事実が湧き上がります。町全体をたくさんの川が通っている水路の町だったのです。広島の町を複数の爆弾を使って、それも非常に強力な複数の爆弾を使って
怪人にキスといったことを考えた場合、これらの川を利用してウランによる原子力爆弾も含め一斉に発火させるような破壊工作をした可能性があります。本当に強力な広島全体を一瞬で荒野に変えるような兵器は存在していなかった、あるいは現在でも存在していないのかもしれません。そう、核兵器や原子力発電といった情報自体が捏造で嘘であるという説です。核兵器という概念があって初めて戦後から始まった米ソの冷戦と核兵器による各国市民に対する脅迫は成立したのです。その対立を作り、世界中の市民を脅すために核兵器という存在が必要で、そのために広島と長崎の大量殺戮を別の方法で捏造したのではないか。この原爆投下の当日に広島市の上空を B29 は飛んでいなかったという話もあります。まずはこちらの裸足のゲンの記載です。裸足のゲンの作品中、B29 が描かれているシーンはいくつかあり、その一つがこちらで、ある一つのシーン以外 B29 が残していく煙の跡は4本です。ところがこの原爆が投下されるというシーンが出てくる B29 だけは煙の跡が1本です。 B29 は煙を4本残すのに、なぜ裸足のゲンの作者がこのような描き分けを行ったか、その真意は定かではありません。しかし本来4本の煙の跡を残す B29 がこの原爆を投下するこの場面でだけその煙が1本になっています。煙を1本だけ残す飛行機があります。それは日本軍の試電会です。その試電会に乗ったパイロットは実際に8月6日当日広島市上空を飛んでいました。その時を回顧したインタビューです。広島城が目の前にあっての手前ですね、姫路寄りの方で広島の市内がきれいに見えとったんです。7時45分頃ですが、はい、そしたらね、ボーンと吹き飛ばされたんです、飛行機が。はい、吹き飛ばされてですね、落っこっちゃって、風が効かなくなって落ちたんです。それで500メートルぐらい落ちたですかね。それで風が効くで前見たらですね、もう真っ白い火の玉みたいな光る白い雲が上がってですね、真ん中が赤と黒の少し色がついとってですね、飛び上がっておいて、広島の町はなくなった。何にもないんですよ。煙もなければ火もないんですよ。広島の町はなくなったんです。もう全く想像つかなかったですね、何になったか。それでもうちょっとあと5秒でも近づいてったら私は多分落とされてるんですね、あれ。中心に近かったら。ギリギリのとこで火事が効くようになったから帰ってきたんですけどね。そうですか。戦後エノラ・ゲイのパイロットがですね、ちょうど自分の機体に一機の戦闘機が向かってきたというような証言をしているんですけども、それは本田さんのところですよね。全然それはもうエノラ・ゲイを見てませんしですね、私は空中から爆弾を落としたとは思ってないんですよ。下から爆発して、何が爆発したかと思って上を気をつけてませんから、全然知りませんね、B29 に対しては。全然それはもうエノラ・ゲイを見てませんしですね、私は空中から爆弾を落としたとは思ってないんですよ。本田さんは B29 エノラ・ゲイを見なかった。そして原爆の強烈な爆発は空中で起きたのではなく、
下から起きたと発言しています。原爆の煙の映像はそれ自体が空中で爆発したものではないということを示唆しています。地上で爆発した核実験の雲はこちら。広島の地上500メートルで爆発したと言われている原爆の煙はこちらです。日航機墜落事件で命を奪われた坂本九はアメリカでも上を向いて歩こうを含んだレコードジャケットすき焼きの写真を撮影しています。そして689トリオは作詞 A 六輔、作曲中村八大、歌坂本九の3人組のことを指します。689、非常に簡単なアナグラム、数字遊びです。8月6日広島に原爆が落ちたり、8月9日長崎に原爆が落ちた日。ちなみに私たちが広島で2022年イベントを開催したのは5月21日。岡山倉敷でイベントを開催したのがその翌日の5月22日。岡山の津山で起こった八つ墓村のきっかけとなった津山30人殺しの事件が起きたのは5月21日から5月22日にかけてでした。偶然の一致ですが、津山30人殺しも偽旗の権力者たちによる大量殺人事件の隠蔽と見ていて、これもどこかでお伝えしようと思っています。お伝えする任務があるから。この日程に私たちのイベントは導かれたと感じています。坂本九のアメリカのレコードの写真。坂本九が上空に指をさしています。腰をかけているのは火薬と書かれた箱です。上空に注目しつつ、火薬は地上にある。8月6日、8月9日、A 六輔、中村八大、坂本九の689トリオ。今、蘇ってきた原爆地上起爆説。これらがすべてただの偶然なのでしょうか。坂本九は運悪く、1985年8月12日、日航機123便に搭乗していたため、そのジャンボ機は撃墜されてしまうという形で不審死してしまいました。坂本九がこの飛行機に乗り合わせていたのは、ただ運が悪かっただけなのでしょうか。それとも真実を伝えたことで制裁を受けたのでしょうか。結論は明らかのように思えます。この、原子爆弾が、投下されたことに対しては、遺憾には思ってますが、こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、やむを得ないことと私は思っています。上を向いて歩こう。歌坂本九、作詞 A 六輔、作曲中村八大。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一りぼっちの夜。
上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて。思い出す夏の日、一人ぽっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように。泣きながら歩く一人ぽっちの夜。